今回は MP46 のパート7です。忘れられたハイテク。91年のマクラーレンはハイテクの開発がほとんど進みませんでした。どうしてハイテクの開発を進められなかったのかっていう理由をちょっと探っていきたいと思います。まずハイテクについてオートレさんはこう言ってます。ハンガリーでは電磁空気圧式のセミオートマを試しました。目的は最初のプラクティスで開発の進捗を評価することだった。空気圧式システムのメリットはギアボックスの本体にとても優しいことだが、あらゆる部分の信頼性が不十分だった。本当に必要なのは油圧システムだと思っていた。あの時点では本格的に取り組むのは得策ではなかったと思う。ハンガリーグランプリの予選でセミオートマを試してました。ですけど、オートレさんが言うには、あくまでテスト走行的なニュアンスのことを言ってますよね。本当に必要なのは油圧システムだ。まだ要するに能力が不十分なものを試しに走らせてみたというだけのようですね。で、本格的に取り組むのは得策ではなかったと思うっていうのはちょっと何とも言えないんですけど、開発が遅れてるんだから取り組めばいいじゃんと思うんですけど、まあそういう人手が余ってなかったという意味なのか、ちょっとわからないですね。アクティブサスペンションに取り組んでいながら実戦では試さなかったですね。ホンダと共同でアクティブライドのプロジェクトを進めていて、作業の大半は彼らが受け持っていた。システムがものすごく複雑だったことに加え、遠い日本とイギリスの間で開発を進めていくのは難しかった。MP45B でテストをしただけで、MP46 には一度も搭載してない。コンセプト自体が間違っていたと思う。91年はなぜハイテクを後回しに？マクラーレンのアクティブサスペンションのシステムはホンダと共同でやってたんですね。で、しかも大半はホンダが受け持っていたと。で、システムがものすごく複雑だったって言ってるのは、これはこの時ホンダが取り組んでいたアクティブサスが昔のロータスが使ってた油圧だけで車体をすべて支えてショックも吸収して動かすというアクティブサスペンションなので、ものすごく複雑だったって言ってますね。で、MP45B、要するに前年、90年はテストしたんだけど、MP46 では一度も搭載してない。91年はやんなかったってことですよね。コンセプト自体が間違っていたと思う。まあ、そのロータス方式がややこしすぎたってことですよね。なんですけど、なんでこんな大事なものを1年間ほったらかしにしたのかっていうところなんですけど、これ念のために言っておくと、サスペンションはシャーシの一部分だと思うんで、マクラーレンが主導してやるべきだと思うんですけど、おそらくそれができる人も存在しなかっただろうし、ホンダがやるしかなかったと思うので、ホンダがやるべきという前提でお話ししますね。で、なんで91年手つかずのままでいたかというと、まあ要するにエンジンに全勢力を傾けてたからですよね。エンジンにどれだけの手間と暇を取られてたか、どんだけのリソースを取られていたかっていうのをここで説明します。まず最初にですね、V12 専用のテストカーで走り込み、MP46 のプロジェクトが本格的に動き出したのは、テストカーの MP45C に搭載して走らせ始めてからだ。90年8月終わりから年末にかけて相当な回数テストをして91年初めまで続いた。鈴鹿では夏頃までテストカーを走らせていた。1台はヨーロッパに、もう1台は日本にあって、開発作業を分担していた。前年の90年8月から91年初めまでっていうことは、ほぼ半年間、前年の車を改造して 5C にして V12 を積んで走ってたんですね。半年間走り込んでるんで、なかなかすごいですよね。で、そのテストカーはヨーロッパにもあって、日本にもあったと。なので、エンジンをテストするという意味では、申し分ない豪華な状態ですよね。で、そのテストカーについて、ティム・ゴスさんがこう言ってます。テストカーの V12 は開発バージョンでMP46 用の最終仕様とは少し違っていた。細かいことは覚えていないが、とにかく同じエンジンではなかった。結局、クーリングシステムをはじめとして、エンジンのインスタレーションは私が全てやり直すことになった。散々走り込んだ V12 ですけど、結局、実際に MP46 に積むエンジンはまた作り変えたってことですね。クーリングシステムを全部やり直さないといけないぐらいですから、大幅に最後にまた作り変えたんですね。だから非常に贅沢に時間とお金をかけて V12 エンジンを作って実践に投入したわけなんですけども、このエンジンの準備の仕方は88年から89年にやったことと非常に似てます。この時はターボから NA にレギュレーションが変わる時で、旧型の MP
LP44 に新しい V10 エンジンを積み、テスト走行を重ねて RA109 を鍛えた。重いエンジンだったが、加速性能は抜群で、パワーに問題はなかった。この89年を迎える前年88年も、新しい V10 エンジンを積んで、散々走り込んで、翌年にデビューを迎えました。で、この V10 エンジンは、ちょっと重いという欠点はありますけど、パワーは申し分なくて、89年にプロスト、90年にちょっと型式は変わりますけど、セナがチャンピオンになりますので、いいエンジンだったんですけど、実戦に投入したこの91年 V12 はというと、しかし V12 RA121E エンジンはアメリカグランプリ、ベルガー曰く、V10 よりパワーがない。V10 に戻りたい。モナコグランプリでセナは、やっぱりまだ V10 の方がいいんじゃないのか。イギリスグランプリでまたベルガーが加速で V8、V10 に置いていかれる。高速域でパワーはあるけど、とシーズン中盤でもエンジン性能に問題ありでした。入念に走り込んで作り替えまでして実戦に出した V12 ですけども、V10 の時と違ってドライバーからはしきりにパワー不足の声が聞こえてきますね。で、そう、この写真のモナコグランプリなんかは予選2番手がモデナで、これティレル、ホンダV10 ですよね。ホンダ V10 が速いもんだから、セナが、まだ V10 の方がいいんじゃないのって言ったぐらいだそうですね。これはちょっと話が逸れちゃいますけど、このティレルの活躍のせいで、これ以降、ティレルのホンダ V10 はパワーダウンをさせられたという疑惑がありますね。はい。それは置いといて、こんな感じで、イギリスグランプリなんてほとんどシーズン中盤ですから、そこに至ってもエンジンの性能にドライバーは不満を感じてたんですね。ホンダの技術者たちは、マイセンのようにエンジンの細かい改良を重ねたが、RA121E がウィリアムズをパワーで明確に上回ったのは第15戦鈴鹿、ほぼ1年という時間を要した。ホンダ V12 はシーズン後半、どんどんパワーアップしていきましたけども、明確にウィリアムズよりもパワーがあって直線が速いってとこまで行ったのは鈴鹿ですよね。この直前までの、ポルトガルとかスペイングランプリとかは、エンジンパワーはほぼイーブンという感じでしたよね。もちろん、2つのエンジンをね、ダイナモに乗せて見たわけじゃないのでわかりませんけど、映像で見る限りいい勝負という感じでしたね。鈴鹿では明らかにホンダがもうパワーで上回ってるっていう状態になりましたけど、ほぼ1年かかったわけですね。そこまで到達するのに。これは誤解のないように言っとくんですが、ホンダの技術者の皆さんは、一生懸命やってたわけですよね。ドライバーがパワーがないと言ってるエンジンに対して、とにかく細かい改良を重ねて勝とうとしてたわけで、現場の技術者の皆さん、エンジンを設計し直して改良している皆さんは、とっても頑張ってたと思います。それは間違いないです。V12 の改良に要したリソースがハイテクを後回しにさせたのでは、V12 は最初から700馬力出たとの段があったが、トルク特性や V10 と比べた中間加速性能は劣っていた可能性大。本田宗一郎氏が存命の間に V12 を撤回するわけにもいかず、必要以上のリソースを注ぎ込みすぎたように思えると私は思います。V12 にあまりにも人手と技術を投入しすぎたせいで、ハイテクには全然手が回んなかったんじゃないかなと思います。で、そもそもパート1の動画で紹介しましたけども、V12 エンジンは最初から700馬力を超えたという話がありましたけども、これはあくまで最高出力であって、それまでの中間域のトルクとか加速性能がどうだったかっていうのは語られてないですよね。ドライバーがあそこまで言うってことは、中間のパワーは V10 の方が明らかにあったんだと思いますね。で、それでも V12 を使い続けなくちゃいけなかったのは、創業者である本田宗一郎氏がV12 を希望したからっていうのが強い。これもパート1で紹介しました。なので V12 でなんとか勝たなくちゃいけないということで、必要以上のリソースを注いで、すべての技術と人を使い込んでしまったんじゃないかなと思います。で、それに関してニール・オートレさんはこう言ってます。V12 も出来の悪いエンジンではなかった。ただ、もし V12 に費やしたリソースを V10 の継続的な開発に注いでいたら、もっといい成績を得られたかもしれない。当初、ホンダは出力曲線のピークパワーにばかりこだわり、
摩擦抵抗やドライバビリティについてはあまり考えていなかった。私たちがもっと強く意見を伝えるべきだったかもしれない。V12 エンジンは、オートレイさんが言うには、私が思ってるほど悪いエンジンではないようですね。でも、同じリソースを V10 に注いでいたらもっといい結果だったかもしれないってやっぱり言ってますね。で、やっぱりピークパワーにこだわってたということも言ってます。私たちがもっと強く意見を言うべきだった。この時は、ホンダ主導という雰囲気が強かったんでしょうね。つまり、91年は V10 継続であれば、半分のリソースで V12 より速いエンジンを作れたのでは。残りのリソースをセミオートマ、アクティブサスに注ぎ込んで開発を急ぐべきだった。そもそも開発当初からアクティブサスに関して昭和に協力依頼をしなかったらしき点にも疑問が残る。と、私は思います。このエンジンに関してはね、エンジン作ったこともないお前が語るなって、ホンダの F1 関係者が私に言ったとしたら、それはもうごもっともです。反論の余地はありません。これはあくまで私の勝手な意見なんですが、V10 を続けて使ってれば、V12 に1年使ったリソースの半分で、それより速いエンジンを作れたんじゃないのかなと思ってしまいます。で、もしそういう風に半分で済んだんなら、残りのリソースをセミオートマ、アクティブサスの開発に注ぎ込んで欲しかったなと。で、これはもう91年以前からの話なんですけど、開発当初から昭和に協力依頼をしてないみたいなんですね、ホンダが。これ私、らしきってちょっと曖昧に書いちゃってて申し訳ないの。なんでかというと、これも後藤さんのインタビューの中でちょっと気になる発言があって、アクティブサスを昭和が作ったことはないですよっていう言い方をしてたんですね。その言い方からすると、昭和とアクティブサスの開発をしたっていうニュアンスも感じ取れないし、何か花から昭和なんかに頼む気はなくて、自分たちでどうにかするよって言いたいような、なんか冷たい言い方をしてたんですね。これは私のちょっと推測しすぎかもしれないですけど。なんで、おそらくこの前後、この91年の前も後も、昭和ホンダのグループ会社のサスペンション、ダンパーを作ってる会社ですけど、協力依頼しなかったみたいなんですね。これは非常に疑問が残ります。ちょうど今、右に写真出てますけど、これ93年マクラーレンが作っているサスペンションですけど、ビルシュタインって書いてますよね。マクラーレンもサスペンションメーカーのビルシュタインに協力してもらってアクティブサス作ったんですね。で、そしたらあっという間にできましたよね。やっぱりね、持ち屋は持ち屋なんで、サスペンション屋じゃない人がサスペンションを作るって基本的には私無理だと思うんですね。なんで、協力してくれって言えば、もっと早くアクティブサスできたんじゃないのかなと、そこも言いたくなっちゃいます。はい。すいません。話があっちこっち脱線して分かりづらくなっちゃったかもしれませんが、なんで91年、マクラーレンがハイテクを後回しにしてしまったのか。まず、アクティブサスペンションそのものに関して、ほぼホンダが担当していたと。で、V12 エンジンの熟成にあまりに多くの手間と暇をかけてしまったので、ハイテクに回す人や手間がなかったということだと思いますね。これによって翌年以降、またマクラーレンホンダは苦しくなってしまうわけですけども、この時はまだそこまで分かっていなかったかもしれませんね。